こんにちは、パトです。今回の動画では外国人留学生向けの大学入試の面接試験で聞かれる最も重要な質問についてお話ししたいと思います。その質問とはこちら。学費は誰が払いますか？ちょっと待って。チャンネルを変えるのはちょっと待ってください。いきなりこれを見て笑ってしまった方、なんだそんなことかと思った方、それぞれいらっしゃると思いますが、まずはちょっとお話を聞いていただけたらと思います。実はこの質問が最も多く聞かれていて、最も重要な質問になるのです。大学の面接試験では志望理由が最も大切だと思い込んでいらっしゃる方が大勢います。それはそれで正しいのですが、留学生の場合ですね、大学とか専門学校とか進学以前に在留資格というのが重要になってきます。どんなに優秀で大学が入学してほしいと思うような留学生でも、入管法に違反していたり、日本語学校での出席率が低かったりすれば在留資格はおりません。そこで大学側は入管の要請のもと、在留資格に関する質問をしてくるのです。その最も重要な質問がこのお金に関する質問なのです。お話ししている通り、私は2001年度から本格的に留学生の進学指導を始めました。そして毎年このようなアンケートを取り、データを集めてきました。それらのデータを見れば、実際に志望理由なんか聞かれない大学がいくつもあります。もっといやらしいことを言いますとですね、志望理由なんてどうでもよく、とにかくその受験生の在留資格は大丈夫なのか、学費はちゃんと払えるのか、それを聞きたいのが本音だという大学さえあることです。まあこれは大学よりも専門学校の方が大変だそうですが、ですので在留資格に関わるこの手の質問の応答で面接官が少しでもおかしいと感じたら問答無用で不合格にされます。ですので十分に注意して答えるようにしてください。在留資格に関する質問のポイントはこちら、この3つになります。まずは経費支弁者について見ていきましょう。経費支弁者、要は留学中のスポンサーのことです。そのスポンサーに関し次のような質問がされます。お父さんはどんな仕事をしていますか？お父さんの年収はいくらですか？保証人はどんな方ですか？まあほとんどの留学生のスポンサーは両親だと思いますが、そのスポンサーに関する経済的な質問がされるのです。日本へ留学するには外務省からビザをもらわなければなりません。そこで留学を希望する学生はまず現地の大使館、領事館にビザを申請します。しかしその申請には在留資格の証明書が必要で、それを日本国内の法務省、入管に申請するのです。在留資格が交付された後、それを現地の大使館、領事館に提出し、晴れてビザが発行されるのです。そしてその在留資格の申請の際、こちらのような書類を管轄する入国管理局に提出します。こちらの赤い部分ですね。スポンサーに関する内容を記載するようになっています。そしてここに記載した内容が正しいことを証明するために膨大な立証資料を添付して入管に提出しています。一度それらに目を通し、スポンサーの状況を確認しておきましょう。もし受験生が日本語学校の学生なら、学校がこれらの書類をコピーして保管しているので、面接試験を受ける前に先生にお願いしてこの書類を見せてもらいましょう。親の年収なんて知らない受験生は大勢います。これは日本人も外国人も同じで、私だって高校時代親の年収なんて知りませんでした。また在留資格申請でどのような書類を提出したのかも確認しておくと、面接官への対応も安心できるでしょう。当然のことながら
学費は誰が払いますかの質問には、在留資格申請の際に提出した書類の保証人を答えるようにしましょう。もちろん、その後変更とかあれば、当然それらにも対応できるようにしっかりと準備しておいてください。では、次に、こちら。アルバイトはしていますか？どんなアルバイトをしていますか？一日何時間アルバイトをしていますか？週に何日アルバイトをしていますか？アルバイトについての質問です。こちらもよく聞かれますので、しっかりと答えるようにしましょう。留学生が持っている在留資格、留学では、就労、つまりアルバイトは認められていません。資格外活動を申請することによって、特別に週28時間の就労が認められているのです。時給1100円と考えて、週28時間のアルバイトをすると、1ヶ月を4週間としたら、12万3200円の収入があります。このように自分の収入も確認しておきましょう。というのも、時々資格外の活動に違反しているのを忘れて、正直に自分の収入を答えてしまい、大学に不合格になるどころか、在留資格が下りずに帰国するなんて留学生もいます。また、他の動画でも言っていますが、大学進学では言語知識の量よりも日本語コミュニケーション能力が重要です。面接官の質問の意味がよくわからず、適当に答えてしまったり、実際にはアルバイトのルールを守っているのに、日本語が下手で、受験生の返事を面接官に誤解されてしまい、不合格となる留学生もいます。12万円ちょっとしかもらっていないはずなのに、つい適当に20万円なんて答えてしまえば、時給いくらのアルバイトだなんて疑われてしまいます。ぜひ注意してください。さて、在留資格に関わる最後の話題です。日本語学校の担任の先生の名前を答えてください。校長先生の名前を答えてください。これは学校での出席率に関する質問です。外国人留学生は大学に出願する際、在学する日本語学校の出席成績証明書を提出しています。これは高校生の内申書、調査書にあたる書類です。そこには日本人の高校生と同じく日本語学校での出席率が載っています。これを見て大学側は質問してくるのです。大学側は担任の先生の名前をはじめ、いろいろと学校について質問してきて、ちゃんと学生生活を送っているのか、出席率に見合う生活をしているか確認しようとしてきます。そして日本人だろうが外国人だろうが出席率の悪い学生を合格にはしません。それ以前に日本人高校生の場合、出席率が低ければ特別選抜には出願できません。留学生の場合は出席率が低ければ在留資格が下りず、進学以前に帰国しなければならなくなるのです。ここで特別選抜についてお話しします。特別選抜の合格は正確に言うと合格ではなく内定になります。つまり合格しても取り消される可能性があるんですね。例えば日本人の高校生が特別選抜で大学に合格します。正確には内定ですが、その結果は年内11月から12月に出されます。しかしその高校生が大学に入学するのは次の年の4月です。その間、もしその高校生が悪いことをしたら、例えば未成年者なのにお酒を飲んで自転車の酔っ払い運転をして警察に捕まったとか言ったら、当然合格は取り消しになります。外国人留学生も同じです。大学入学までに在留資格関係および資格外活動に関し何らかの問題を起こしたら合格は取り消されてしまうのです。特によくあるのが出席率の低下です。大学に合格した途端、日本語学校を欠席するようになり、出席率が落ち、
大学進学する際の在留資格期間更新で在留資格が下りなければ合格取り消しどころか帰国しなければならなくなります。決して出席率を甘く見ず、きちんと対応するようにしてください。以上、ここまで在留資格に関わる質問のお話をしてきました。これらは過去、留学生の中から不法滞在者を出してしまい、入管からの監査等を受けた大学では厳しくチェックされます。たとえ嘘をついても調べれば分かってしまうことです。嘘をつくというより適当な気持ちでいい加減に答えたりせず、きちんと準備確認をしておいて面接でははっきりと答えるようにしましょう。ですのである意味ですね、これは死亡理由より失敗できない質問になるのです。なお、お分かりいただけると思いますが、日本社会ではこのようなお金に関する質問、アルバイトに関する質問、また受験生以外、例えばご両親に関する質問などとても失礼にあたります。ですので面接官の方もいきなりこれらお金に関する質問などしてきません。で、面接の最初にいきなりね、学費は誰が払いますかなんて聞かれたら気持ち悪いですよね。受験以前にその大学に進学すべきかどうか疑ってしまいます。ですのでこれらの質問は面接の半ば終わり頃に質問されます。そのため外国人受験生たちだけでなく学校の先生たちでさえこの手の話題を侮ってしまい適当に答えてしまう傾向があるようです。しかし合格不合格を決める側にとっては死活問題で、これらの質問でのやり取りで一発不合格にする場合がたくさんあるのです。入試が終わってその結果不合格になった受験生は大抵試験の出来や面接の出来を反省しますが、実はこれら在留資格や学費に関する判断で不合格になる学生がかなりいるのです。さて、これまで在留資格に関する質問で大学側の意向というよりは入管の要請が強く働いている質問のお話をしてきました。しかし大学側もこれらの質問を通して受験生の人柄を見ているのです。他の動画でもお話ししましたが、学力の3要素、これですね。その中の主体性を見るのに絶好のやり取りなのです。これは外国人だけでなく日本の若者にもいるんですが、何でもかんでも親任せ、他人任せの受験生がいます。志望校を決めるのも親が決めたり先生が決めたり、それは主体性とは言えませんね。親任せ、他人任せではなく、自分の力で人生を切り開こうとしている、そんな自分を面接では PR するようにしてください。ですので面接の中でチャンスがあれば次のように言いましょう。私はまだ学生ですので、両親に迷惑をかけてしまいます。だから生活費はなるべくアルバイトをして稼ぎたいです。そして将来は必ず両親に恩返ししたいです。熱く語ってください。おそらく大半の留学生は本当にこの気持ちでしょうが、そうでなくてもこれは嘘で構いません。嘘をついた受験生も年を取るにつれ本当の気持ちに変わっていきますから。